チェンバーボーン。アップデート7。無限動力システムの動作チェックも終わり意味のない巨大モニュメントを建設した我らがビーバー。行くぞビーバー、無限の動力を手に入れた我らに恐れるものなーし、新たな巨大建設を始めるぞー。とその前に前回作った謎だったこの清水弁の存在意義を思い出したのでこれを完成させちゃいましょ。これはダムが溢れそうになったら、自動で下の貯水槽に放水する機構でした。汚水溢れ防止のやつだったのな。巨大工場下の松を減らしてメープルに植え替えこの町で唯一メープルだけが不足してる資材だったりする。さて今回はデスマウンテンに中途半端に作った滝でも作ろうかな。そういやかなり前に土砂の在庫余ってる時にやろうとして、在庫すぐ使い切っちゃったことあったな。それ。当初はここに水路とトンネルを通してその後上に水を運ぼうと思ってたけど、ここは串潮の時に汚水がダバーするので、水路だと流れ込んで汚染されちゃうんよ。それじゃ何らかの工事をしないと、滝作っても水を流せねえな。水道管の上に汚水用の下水道を作るぞー。上水道の上に下水道とはこれいかに。そして途中でやっぱりそう思う、上水道の上に下水道はないなと。だよな。既存の水道管を爆薬で掘り下げて、下を汚水、上をきれいな水にすることにしました。あと工事するにあたってこのカーブしてる水道管、再利用するのめんどい。普段隠れて見えないのに無駄に工数がかかる微妙な存在。直角で作り直すので邪魔になる貯蔵庫解体。前回作ったばかりなのにもうお役ごめん。今は水源から綺麗な水が出てて、水道管をいじれないので細かい気になったところを修正。干ばつ中にやろうと思ったら、空気読まない悪潮警告が。最近悪潮多すぎん。面倒になって水源を封印して悪潮シャットアウト。ずる技入りまーす。そういえば原因不明の汚水混入中のバンジーダムは、除染のために汚水ポンプを設置。混入の原因はまだ解明されず。滝建設によって蒸発する水が増えて水枯渇とかあるかもしれないので、念のためタンク2基増設。これならタンクだけで20日は持ちそうだ。悪潮30日からの干ばつ28日でだいぶ減ってたメインダム、悪潮前に無事満水。これは頼もしい。でもバンジーダムは悪潮前日に噴水が出てきたけど汚水混じりの微妙な状況。メインダムの貯水に時間がかかったとはいえ、こりゃどっかで確実にやらかしてるな。で悪潮22日が襲来。貯水的には楽勝な期間。さあ水道管をひっぺがせここを掘り下げて上下水道を作るぞー。深さは上下水ともに2マスになる予定。わかっちゃいたけど水もったいねー。節水しててもバンジーダム貯水できてない状況なのにこれは悲しい。そしてダバーしたことでここの池いい感じだと思い、この後の設計に利用することにしました。どうなるかは後半のお楽しみに。はっぱー。まずはサクッと爆破で穴掘り。表示する階層を下げて、道として使ってる上の突出部を外さず先に爆薬の設置を指示中。小技。こぼれた水がもったいなかったので埋め立て。だが今後使う予定はない無駄工事。段差のところはこんな感じ。綺麗な段々に仕上がりました。やったー、一気に掘り下げろー。元あったものを回収するだけだから、サクサク進んで気持ちがいいぜ。で空いたところに足場と突出部で蓋。ぶっちゃけ足場高さ2で埋めて防水フロアの方が楽。なんか好きなんですこれ。作るの面倒だった右の水源に繋がるサーバーラックみたいな見た目のやつを買いたい。汚水だばー。いやお前水源さっき封印してなかったか？なんじゃこりゃ？誰だー、清水弁の設定自動から開放にしたやつは。お前しかいねえし、てかバンジーダムの汚染もこれのせいだな。清水弁の設定が自動になってないのが原因だ。水源の封印ミスで漏れたけど無限動力3の貯水槽に流したのでほぼ平気かな？第3次はギリ回避。さて工事を再開。下水の上に上水路の建設依頼を指示した。今回の工事でこの町での汚水被害を完全になくすぞー。散々苦しめられた悪潮との戦いに終止符を打つのだ。水が溢れてた時にできた良さげな池を、今後も使う予定にしたので水道管に清水弁を設置。水位で制御して上水道から池に流す感じかな？ある程度指示出ししたので、のんびり作業を見守る日々。現場の人たちがアクセク働く姿を高みの見物。ジップラインと資材置き場も作って、荷運びも優先にしたので結構効率よく工事できてそう。運ぶ人員を建設に回すか悩むところだが、工場の効率も気にするといまいちさじ加減がわからんな。まあみんな頑張ってるしこのサイクル中には上下水道の整備が終わるかな？次のサイクルからは滝の建設やれそうだ。
工事のめんどいカーブの部分は直角で工事。手抜き入りまーす。あばばばばばばー。めっちゃ溢れとるやないかーい。急いでゲート閉めて溢れ予防の清水弁つけてたのに開けるの忘れてた。さっき作ったばかりなのに安定のビーバー脳だな。糸かなし。後世に語り継がれる鉱山汚染事故再び。すまぬすまぬ。汚水放水開始鉱山にいたと思われる運搬員が多数病気になっちゃったぜ。薬は十分あるので養生してね。汚水は採石場のくぼみに入って他は被害少なめ。やる必要はないが見た目が悪いので汚水ポンプで汲み出すことにした。汚水捨てるのももったいないなと思ってたけど、事故処理がめんどいので普通にマップ外に捨てよっと。さて上下水道の続き。溢れた汚水もきれいにどっか行ったな。地味に面倒だったけど右側の水源の水道管もしっかり工事。でも悪潮中なので、清水弁周りの工事は汚水ダダ漏れになるので後回し。はっはー。ここは下水を通す水路で、水圧で上まで上げて汚水のダムまで流れていく予定です。いい感じの池にも水路っと。今は使ってない鉱山前の池。多少貯水できるように少し掘り下げときましょ。蒸発する面積が増えるだけな気もする。そんなん言ったら何もできなくなるから気にしたら負けだよ。さいですか。悪潮終了3日前に上下水の工事が終わったので、清水弁を自動にして動作のチェック。もう終わったんか。そして汚水が出るところをチェックするついでに、不要な道を消してたらうっかりで作ったばかりの施設破壊。おバカ。でなかなかダムに汚水来ないなぁと見てたら、右の水源の方に汚水が上がっちゃってた。逆流防止用の清水弁でもつけときゃよかったな。右の水源は工事先送り中なので止めてたけど、こっちも一応流せそうかな？これなら逆流を待たなくて済むぜ。無事汚水の放流成功。これでもう汚水が溢れることはないぞー。とか言いつつまたやらかすのがレイムサンクオリティだ。失敬な。夜中のこっそり祝いのハッパー。夜中にやるなよミニキーだろ。いっぱい見落とししてんぞ。まあこういうこともある。上下水工事で撤去した倉庫をちょい再建。倉庫がいっぱいで工場結構止まっております。排水用の清水弁、下水道が邪魔で片方開かなくなったのず。ほんとどうしようもないビーバー脳であった。いのー、ちの水。命の水が悪潮22日の終了をお伝えいたしました。採掘機に流れ込んだ汚水はほぼほぼ除染が完了。はい撤去して採掘機に戻しまーす。さて工事終わったし道を撤去。今奥の防水フロアもひっぺがしたぞ。おーのー。汚水。だばー。汚水事故再び。糸かなし。ビーバーの近づきやすい倉庫まで汚水に。すぐ修理したけど2匹病気になりました。で修理が終わりお次は無限動力3を町の動力と接続を置く。無駄に垂れ流してた動力の活用がついに始まった。それでは高建造プロジェクト、再開だー。25サイクルという長期間凍結されていた一大プロジェクトが再開された。巨大工場の水路でこっそりシャフトの最終工事。悪潮の警告とともに接続完了。合計動力は10万を超えた。また悪潮来るんかい。もう干ばつまで待ってられん。右水源の清水弁工事やっちまおう。なお、貯水中は水道管溢れないのでそもそも待つ意味なかった。なんと、てかここ防水フロア晴れてないじゃん。これもバンジーダムの不具合の原因かな？てなわけでわかりやすく直しました。メインが貯水されるとバンジーダムに繋がる上水道に流れ、汚水は全部汚水ダムに流れるシステム。そして悪潮28日が襲来、完成した我らの上下水道の実力をとくと見よ。自信満々な白霊氏。清水弁もしっかり機能している感じかな？しばらくして汚水ダムの放水も確認。安全確認、よーし。その頃ビーバーたちはせっせと滝建設の足場作り。無駄工事にも思えるがもはや見慣れた光景である。汚水。だばー。こちらももはや見慣れた光景であった。あわわわわ。見た目を気にして無駄に高さつけなきゃよかったよ。トリマ堤防を一段高くして調整した結果がこれである。結局溢れてるやないかーい。思いのほか汚水の勢いが激しい。2箇所堤防崩したらバランスがあったのでこれで行きましょ。これが最後の汚水事故になるといいな。汚水事故から帰ってきたら足場の工事終わってた。ビーバーたちの仕事は早い。ではがっつり盛り土をすっぞー。きっちり土砂で埋め尽くす。だが土砂の在庫は1万2000、今回は足りるはずだ。設計はだいたいこんな感じ。足場から土砂をぶちまける工事の始まりだぜ。
さっきの汚水事故でまた汚染されちゃったので堤防設置。謝罪してます感を出すだけの工事。滝の工事3日で終了。なんか一大事業のつもりだったのに、サクッとできちまったな。次の工事どうしようかなと考えつつ、なんとなくラオジン水弁の隣に池作るのず。細かいディティール調整。悪使終わるまであと20日あるし、次のサイクルまでに滝に水を送るシステム作れるかな？そういや元鉱山前の池使うとか言ってたな。よし、鉄の水道橋で運ぼう。いや普通はそうはならねえよ。普通の水道橋じゃつまらないし。おい。作り方は支柱部分に突出部2を V の字になるように広げていって、その中心を軸に突出部3、4を互い違いにして埋める感じでございます。詳しい作り方を知りたい人は、一時停止でご確認くださいませ。説明適当だな。さあ我が精鋭たちよ、鉄の水道橋の建設を始めるのだ。でけえ？建設予定をぐるっと眺めるとこんな感じ。これだけで数サイクルかかりそうな気がする。まあいけるっしょ。そうそう給水ポンプもつけなきゃ。むしろそれが本体である。こんな感じで池から水を汲み上げます。無限動力3の無駄動力を、ここぞとばかりに使う白霊士であった。さて建設するための足場。今回も高度限界近くまで階段を駆け上がる仕事になりそうだ。さあ設計は終わった。作業に取り掛かれ。もうでかすぎてどこから工事してんのかさっぱりわからん。ラオジン水弁横に作った池は、清水弁互い違いシステムを採用。普段は景観を彩る池で、干ばつ時は放水しよう。はまりボット。こりゃ厄介なところに入り込んでんな。そこは再設計がめんどい。お前はそのまま廃棄だ。仕事はビーバーが引き継ぎました。はまりボット謎いらん。ビーバーたちならできらー。足場の上ならはまらず安全。さあ階段をダッシュだ。まあ逆側はジップラインも用意してるんだけどね。足場の設計ミスで建設できず使われておりません。あ、今直します。給水ポンプ側の足場は高度限界来てここまで。これ以上階段を伸ばすと天国に連れて行かれます。怖え嘘をつくな。てっへー。こちらの足場はもう使わないので撤去。短い間クソお世話になりました足場が邪魔で見づらかったとこを修正。匠のこだわり。などとやってたら最後の1ピースが完成。わずか14日で終わるとは、これはさすがに予想外だぜ。元鉱山池の貯水もまだあるし、テスト運転しましょ。お前絶対やらかすしな。これは安定稼働、と見せかけ。水だばー。期待を裏切らないビーバーの堤防代わりの清水弁を締め忘れた。いのー、ちの水。他はトラブルなく無事開通。なんか滝しょぼくない？むしろダムに垂れ流しになってる水の方が滝っぽい。流れを見極めて微調整しましょ。ダムに流す部分は突出部と水門をお試し。手前の部分は池っぽくなるように追加工事。自然っぽい景観を作るのって意外と難しいな。水道橋は問題なしだったので足場撤去。短い間クソお世話になりましたテストに使った池の水終了。上下水工事で溢れたやつあっという間になくなったな。本番環境ではこっちの水を引く予定で爆薬も準備済み。用意がいいな。池を掘り下げて繋げようと考えてたけど、動力あるので無駄に給水ポンプで組むことにしました。匠の謎のこだわり。これでダムから水路、水路から池、池からダムへの循環システムが完成。水車置けばこれも無限動力に組み込めそうだな。めんどいから嫌。こらこら。お久しぶりのバンジーダム、除染されず。ノズル届いてないです。ので低いところにも設置。なかなか綺麗な水がたまらなくて汚水が薄まらないぜ。いのー、ちの水。命の水が悪潮28日の終了をお伝えしました。今までトラブルのなかったラオジン水弁が荒ぶっております。汚水を下水道で密封したから手前だけ水圧で動きが悪いのかな？翌日無事排水されたけどこれは微調整必要かな？動いちゃいるけどもやるなこれは。それでは命の水が流れる滝のお披露目だー。1サイクルでビーバー頑張りすぎじゃね？まだ植林とか飾り付けとかしてないけど、背景の鉄の水道橋もいい感じ。だな。まだイメージ固まってないけど、あとはビーバーたちをこっちに引っ越しさせたら完成かな？タワマン建てようぜ。いや高度限界近いからここには無理だし、ビーバー増えたら水足りないし。ハード難易度3の限界がそろそろ近づいてきてるようだな。
では開発の限界を感じてきたところで鉄の水道橋を眺めつつ今回はここまで。ではビバミちゃんの新曲とともに今回の出来事を振り返りつつお別れです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。水道を回収工事頑張るビーバー汗光る不可能なんて言わせない仲間と力を合わせたよ弾ける喜び空に舞う君と一緒に見たいから輝くみんなも映る笑顔みんなで歩もうこの先へすごい足場を駆け上る勇気のビーバー立ち向かうハマったボットが一体置き去り私たちならできるから湧き上がる希望夢叶う君と一緒に作りたう水しぶき上げる新しい道みんなで祝おうこの奇跡キラキラ流れる命の水ビーバーたちの夢の後金属製の巨大な橋完成させたその瞬間滝の音聞こえるよビーバーたちの誇りの歌願いを乗せて水は流れる君の瞳に映る